いつの間にか考え事をしていることがあります。止めようとしても次の思いが続くことがあります。気がつけば同じことを何度も考え続けていて、止めたいのに止まらないことがあります。そんな風に感じたことはないでしょうか。その思いはどこから来ているのでしょうか。本当に自分で考えているのでしょうか。今回は思考はどこから来る、心にあるもの、6章いについて静かに考えてみます。上座仏教では思いを受け取る働き、それをマノと呼びます。私たちは何かを見たり聞いたり触れたりしたことをきっかけに思いが浮かんできます。またすでに過ぎたことや後悔していること、まだ起きていないことやこれからの不安からも思いが現れてくることがあります。気づくと考えているのは今ではなく、もう終わった出来事やこれからのこと、そして同じことを何度も考え続けていることがあります。私たちは思いが浮かんだ後にすぐにその中に入り、どうすることもできない出来事を考え続けてしまいます。その時、心がその流れに引き込まれているのかもしれません。振り返ってみると、これからの歩みを意識するようになった頃、この先どうなるのか、何をすべきかと考え続けていました。時間ができると、何をすべきか、どう生きるべきかと、さらに思いが広がり、不安が大きくなっていきました。頭の中で同じことが何度も繰り返されていました。考えれば考えるほど、さらに不安が増えていったように思います。眠れなくなることもありました。ですが、ふとした瞬間に、その考えが止まらずに続いていることに気づきました。その時、なぜか、今は今でいい、と思え、その流れが少し静まるのを感じられました。どこか自然と力が抜けて開き直るような気持ちだったのかもしれません。そして思いそのものではなく、思い続けていたことが自分を苦しめていたのだと感じられたのかもしれません。思いが浮かぶとき、そこから流れが生まれていくことがあります。ですがそれは
自分で考えているというよりも、見たことや聞いたことに過去の記憶が重なり、考えさせられているのかもしれません。そして、その思いは、気づくと、頭の中で、渦のように広がり、止まらなくなることがあります。その流れの中に、知らないうちに、入り込んでいると気づいたとき、それまで続いていた流れが、なぜか静まることがあります。その思いは、自分のものではなく、ただ現れているだけだと、わかることがあるのかもしれません。思考は、どこから来るのでしょうか。生きるとは何でしょうか。私はまだ、答えを知りません。ただ、上座仏教に伝わる教えを通して、これからも、静かに考え続けています。最後に自供の朗読を置いています。静かにお聞きください。